では、いよいよこの動画から私費外国人留学生入試の具体的な指導法と勉強法をお話ししていきます。まず今回の動画では全体的なスケジュールをもとに外国人入試全体の概観をお話ししましょう。法務省国事校、いわゆる日本語学校に入学してから日本の大学、専門学校へ進学するには2年ないしは1年半の時間が与えられます。この期間をそれぞれの学年に分けてお話しします。まずは1年目。1年目の1年生の間はとにかくコミュニケーション能力を身につけるようにしましょう。理由は簡単。日本で生活する以上、日本語でのコミュニケーションが重要だからです。って当たり前ですよね。また、2年目の受験指導とか進学指導だけでなく、日々学校で書類一つ用意するにも日本語が必要だからです。さらに入試でも大切になってきます。たとえ入学試験で高得点を取っても、面接試験でコミュニケーション能力を疑われれば、入試では一発で不合格になってしまいます。ということで、とにかく1年目はコミュニケーション能力をつけるように頑張ってください。また、大学入試のことを考えて、漢字の練習も忘れずに積み上げていきましょう。これが日本語学校入学1年目の過ごし方です。次は2年生です。2年生というと受験学年と呼ばれ、いよいよ本格的に勉強が始まっていきます。2年生で乗り越えなければならない壁。私は4つあると指導しています。まず1つ目1、学費の問題と出席率。2つ目2、日本留学試験。3つ目3、志望大学の情報収集。そして4つ目4、個別試験の対策。以上の4つです。ではそれぞれお話ししていきます。まず1番の学費と出席率ですが、これは早めに対策をしておきましょう。両親にいきなり数百万円を用意するように頼んでも、すぐに用意などできません。また、入試はまだまだ先だと、学校を休んで出席率を下げてしまったりすると、後で後悔することになります。きちんと出席状況を把握し、学校に通うようにしましょう。ここで忘れないでほしいのは、実は法務省国事校、日本語学校ですね。こちらは法務省入管の厳しい管理が行われています。特にこの出席欠席の管理は入管から厳しく言われています。またその関係から大学側も入管からの指導を受け、出願者の出席状況をしっかりとチェックしています。ですので、出席率には十分注意をしていってください。次に、2番の日本留学試験です。この試験は必ず受けるようにしましょう。というのも、もともとこの試験は大学進学のために作られました。この試験ができる前、外国人留学生が日本の大学に進学するためには、日本語能力試験のような日本語の検定試験と、もう一つ、私費外国人留学生統一試験というのが必要でした。日本語能力試験の問題を見ればわかりますが、大学で生活していくのに必要な日本語能力を判定するには厳しい内容となっています。それで、私費外国人留学生統一試験に大学向けの日本語試験を加えた形で新しく日本留学試験が誕生したのです。このような流れから外国人の大学入試では日本留学試験が重視され、やむを得ない事情がある場合のみ日本語能力試験での出願が可能だとなり、日本語能力試験で出願できる大学学部は例外的な存在となったのです。このようなことから日本留学試験は必ず受けるようにしましょう。そしてもう一点、日本留学試験は6月と11月の年に2回実施されますが、必ず6月の試験に全力で挑んでください。11月では手遅れです。他の動画でも言っていますが、
非外国人留学生入試はいわゆる特別選抜のため、日本人の総合型選抜、学校推薦型選抜と同じ時期の9月から12月に実施されます。ですので、11月に留学試験を受けて、年末に結果が分かっても、年明けにはほとんどの外国人入試が終わっています。ただ、どの大学でも入試後の入学辞退者が出るのが常ですので、その欠員を埋めるため、一部の大学が年明けに2次募集、3次募集を行いますが、非常に高い倍率となり、狭き門となっています。そのリスクを避けるために、6月の留学試験を全力で受験するのです。そして3番目、志望大学の情報収集ですが、6月の留学試験が終わってしばらくすると、東京と大阪で大きな外国人向け進学説明会が開かれます。可能な限り参加するようにしましょう。また、外国人入試は日本人の特別選抜と同じスケジュールで動いていますので、留学試験が終わる頃から一気に大学のオープンキャンパスが開かれます。気になる大学のオープンキャンパスに参加し、情報収集をしましょう。特にその大学の個別試験の過去問題をゲットすることを意識してください。大学によっては過去問題は閲覧のみかとなっていて、見ることしかできないところもあります。また、お金を払って買うという形をとっている大学もあれば、入学案内の中に過去問題を一緒に入れてくれる大学もあります。ですので、オープンキャンパスに参加した際は、そこのスタッフと相談して過去問題をゲットするようにしましょう。そして7月下旬、特別選抜方式の入試を受ける日本人の高校生にとって重要な成績が出るのと同じ時期に日本留学試験の成績が送られてきます。その成績を見て志望大学を決めるのです。志望大学が決まったら4番目、個別試験対策で過去問題を研究し、対策を進めていくようにしましょう。以上が法務省国事校日本語学校から大学へ進学する際の大学入試対策の予定となります。